そしてこのプログラム、誰かの心に感情が灯るきっかけにしたいというふうにお話をされていました。改めてどんな気持ちでこのプログラムを滑ったのか教えてください。もちろん、ショートに関してはやっぱ声出したくなるような演技を目指したいと思ってましたし、本当に会場が一体となってみんなの心が湧き上がるようなものにしたいっていうふうに思ってたんですけど、逆にフリーに関してはどちらかというとその静けさと戦うというか、羽生結弦。天と地とはこれまでと同じように結弦本人が曲を選びました。振り付けをするにあたり、結弦はこの曲を選んだ理由をしっかりと伝えてくれましたし、どのように演じたいのか、その胸の内まで包み隠さず話してくれました。人生においていつもベストで前向きな選択をする、それが結弦羽生です。戦いの神様と言われながらも、その戦うことの楽しさみたいなものを分かりつつ、ただそこには何かしらの葛藤があったりとか、自分自身の戦いっていうことに対しての犠牲が伴うものみたいなものを、常に感じていたりとか、戦いということに関して自分が持っている価値観みたいなものが、おそらく戦国時代で私は一番強かった武将というのは謙信だと思いますね。応仁の大乱は足利幕府を著しく衰退させ、各地の大名は天下統一の夢を描いて互いに覇権を争った戦国時代である。戦乱は日本全土を巻き込み、都を遠く離れた北の国越後もまた陛下のただ中にあった。越後守護代長尾春景は長尾景虎の異名を憎み、景虎打倒の軍勢を催した。やむなく兄春景の軍を打ち破った景虎こそ、後に越後の虎とも北方の守護神毘沙門天の化身とも恐れられた上杉謙信である。勘助、長尾景虎をどう見る？景虎殿、若年ながらわずか数ヶ月のうちに越後を鎮め、今や越後の虎とまで噂されております。あれほど戦王を極めた中条藤助、本庄重長、色部勝長ら阿賀北の諸将もさながら猫のごとく勝山に服しております。景虎という男、さらに詳しく調べろ。どんなものを食べるか、どんな女を好むか、どんな男を重く用いるか、奴の全てが知りたい。武田殿は戦の後の勝ちを心がけ、両国を広げるのが狙いのようだが、世の心がけは違う。世は後の勝ちなど構わぬ。元より両国を広げようなどとの了見もない。ただ差し当たった戦には一戦たりとも負けずと思っておるだけだ。景虎様は初陣以来まだ一度も負けを知りません。そう、なかなか潔いお人じゃの。だが少し子供じみておる。しかしその強い武将がですね、私利私欲のためじゃない。これはもう極めて稀有なことなんでしょう。いやー、考えられませんね。日本の歴史を見渡してもですね、これに相当する人物となりますと、あんな人はまずいなかったんじゃないですかね。
世は後の勝ちなど構わん。もとより両国を広げようなどとの了見もない。 I've never seen a greater champion for figure skating that will continue to push themselves no matter what. He couldn't care less that he's a double Olympic champion. He still wants to make himself better, and I found him so inspiring. He fought so hard, and I haven't seen him fight like this. ただ差し当たった戦には一戦たりとも負けずと思っておるだけだ。You know, losing has not mean losing has mean only the disappointment. What? It's a little disappointing. I have to practice hard. Yes, you do. まあこの曲の背景には上杉謙信公がいらっしゃるんですけど、とにかく僕自身競技することはやっぱり好きだし、戦うということの中からすごくなんですかね、楽しみというか集中の仕方だったりとか、その刺激がすごくたまらないものになってるんですけど、ただその中でも僕自身がその戦っても勝てなくなってきたり、また苦しいというような苦悩に駆られたり、また僕が1位になることで誰かが2位になったり3位になったり犠牲があるということを感じながらやっていたので、何かその謙信公のその戦いということに関しての価値観みたいなものに影響されているので、食うか食われるかの戦国時代に私欲を捨て義理を通した上杉謙信。その生き方は死後16条にわたる家訓としてまとめられました。心にわがままなき時は愛嬌を失わず、心に欲なき時は義理を行う、心に誤りなき時は人を恐れず、心に曇りなき時は心静かなり。謙信の持ってた美しさといいますか、その義のためにというその日本人の心の中にいつまでも残るものを持ち、あと我々に与えてくれたといいますか、伝えてくれた部分っていうのはあると思うんですね。すごく今の自分の競技っていうものと戦いが重なってて、自分自身を重ねながら表現できるものはこれかなというふうに思います。今この世の中戦わなきゃいけないことたくさんありますけれども、何か皆さんの中にちょっとした芯みたいなものが、向かっていく芯みたいなものが見えたらよかったなというふうに思います。その今辛い状況で真っ暗だけど、その中で何か戦う力みたいな芯みたいなものが皆さんの中に少しでも1秒でもいいから灯ればいいなと思ってやってました。